こんにちは、つんです。今年もまた無印良品2026年秋冬の新商品展示会にご招待いただいたので行ってきました。今回も無印らしい嬉しい工夫が盛りだくさんの新作が目白押しでした。生活雑貨やキッチングッズ、食品の中から特に心を惹かれた新商品をピックアップしてご紹介したいと思います。ついに無印からも出るかと SNS で話題になりそうな注目アイテムもあるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、まず私が一番最初に気になったのがこちら。壁につけられる家具の新作です。ラインナップは棚とフックとミラーの3種類。軽くて丈夫な樹脂素材でできていて、洗面所など濡れる場所でも使えるそうです。このオーバルのコロンとした曲線が可愛いなと思いました。棚は横36センチと18センチの2タイプがあって、耐荷重は3キロ。カラーはウォームグレーとダークグレーとダークグリーンの3色展開。小さい方が1290円で、大きい方が1790円。フックも2種類あって、耐荷重は2キロ。小さい方が590円、大きい方が690円だそうです。思ってた以上にお安いですよね。マットな質感で高見えするなと思いました。フックの方は棚と同じカラーの他にレンガ色とスモーキーブルーの5色展開。どれも落ち着いた色合いなのでシンプルながらインテリアのいいアクセントになりそうです。ミラーもオーバルデザインで3色展開。価格は3990円だそうです。展示は試作品ということでベースの金具が白だったんですけど、実際は本体と同じ色の仕上げになるそうです。もちろん全部石膏ボードの壁に小さな穴で取り付けることができます。これは話題になりそうですよね。12月中旬発売予定です。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、お次は手軽に組み立てられる木製家具シリーズ。アッシュ材でできたナチュラルな雰囲気のサイドテーブルやローテーブル、天板の中とか足が収納になっているコードが収まるテーブル、来客時やキッチンにちょうどいいスツール類など、これ全部工具不要で簡単に組み立てられるようになっています。天板や足をくるくると回転させてねじ込むだけだそうですよ。梱包もコンパクトに収まるそうで、持ち帰ってすぐ使えるのがいいですよね。ちなみにスツールは本体と座面のクッションが別売りになっていて、好きな色で組み合わせることができます。このロータイプは5色で、ハイスツールは3色展開です。発売予定は9月中旬なのでもうすぐですね。はい、そしてこちらは10月上旬発売予定のゆったり座れるパーソナルソファー。こんな感じで圧縮されているので、これも持ち帰れるそうです。座面も広くて一人には十分なゆったりサイズ。ウレタン仕様で割としっかりとした硬さがありました。体に沿うよう設計された曲線と計算されたくぼみによって安定して座れる工夫がされています。カバーは6色あるそうです。今回の家具の新作は空張りが多いですね。インテリアに合わせて選べるのが嬉しいなと思いました。はい、お次はファブリックなど布製品の雑貨コーナー。左にかかっているのは洗いざらしキルトの薄掛け布団。これも見るからに気持ちよさそうでつい手が伸びました。洗い加工で綿本来の風合いを生かしているそうです。本当にね、柔らかくてふわふわな手触りでした。クロスのステッチも可愛かったです。でこちらはコットンベルベットのシリーズでシートクッションやクッションカバー、ルームシューズもラインナップされています。このルームシューズめちゃめちゃ可愛くないですか？温かみのあるグレーに赤のステッチが効いてますよね。9月中旬発売予定で1490円。チャコールグレーに白のステッチもありました。でこちらはメインラインキルトスリッパ。これは8月上旬発売予定なのでもう間もなく店頭に並びますね。4色展開で1290円です。こちらのルームブーツも可愛かったです。でお隣のメンフランネルシリーズは秋冬らしいチェック柄の展開。ブランケットやクッションがありました。ほっこり暖かく滑らかな肌触りに癒されます。こなれ感のある絶妙な配色はさすがだなと思いました。
はい、お次は3年かけて開発されたという着るスキンケアインナーです。生地のレーヨンに天然由来のアミノ酸が練り込まれていて、着るだけで肌が潤うんだそうです。無印で初めて化粧品登録をした衣類ということで、パッケージも化粧品のような佇まいになっていました。タンクトップにキャミソール、長袖 T シャツにレギンスもあって、全身を乾燥から守ってくれます。もちろんメンズもありましたよ。私は冬になると乾燥で肌が痒くなったり、足が粉吹いちゃったりするので、これは絶対買おうと思いました。8月上旬の発売予定です。はい、お次は靴やバッグの服飾雑貨コーナー。ずらっと展示されていると圧巻ですね。撥水リップストップのリュックやショルダー、そしてこのミニショルダーなど、このあたりはもう発売されています。ミニショルダーはそこにもファスナーがついていて、マチを調整できるんですよね。長さも調整可能で、斜め掛けとかウエストポーチにもなります。軽くて程よいサイズ感、ポケットもいっぱいあるし、使いやすい工夫が満載の人気アイテムです。こちらのクロックサンダルももう発売されていますね。スウェード調のポリエステル素材で高見えする質感。つま先にゆとりを持たせた足指を締め付けにくい設計になっているそうです。ベルトは前でも後ろでも使える 2way。何より見た目が可愛くてつい手に取ってしまいました。はい、そして私の一番のツボだったのがこちらのトートバッグ。丈夫で柔らかいオーガニックコットン素材でできていて、肩掛けのほか手持ちに便利な短い持ち手もついています。このクタッと感がなんともいい感じです。これ実は定番の人気商品で、今回新しくストライプ柄が2色追加になるそうです。どちらの色も服に合わせやすい色合いですよね。9月上旬発売予定で1290円です。はい、そしてこちらはボストンバッグなんですが、40デニールという薄くてタフな生地でできていて、なんとこんなに小さく収納できちゃうそうです。ので、今まで私たちが出している固めるものって、きちんと畳んで四角にするみたいな形で、非常に畳むときにストレスがあったりとか、それで結局家でも使わないときに畳まないで放置してます。お客様も私もそうだったんですけど、でも、あえてこの球体にすることで、どんなズボラな方でも、ちゃんと球体になるという。サイズは35リットルと25リットルの2種類があって、この下のキャリーケースが36リットルだそうなので、同じぐらいの容量が入るということでした。これは一つ持ってたらすごく便利そうですね。9月上旬発売予定だそうです。はい、そしてその横にあるのは撥水再生ナイロンストラップ付きポーチ。バックインバッグとしても使えて、長さを調整できる細いストラップも付いているので、旅行中のサブバッグとしても使うことができます。普段のちょっとした外出にもちょうどいいサイズ感ですよね。中綿入りでふわふわした生地感もいい感じでした。こちらは11月中旬発売予定で、カラーは2色、サイズは3種類ありました。はい、続きまして8月上旬発売の新作の自転車。全5色展開で 24,900 円。シンプルでスタイリッシュですよね。色で迷いそうです。そして自転車とお揃いで使えるヘルメットも新登場します。風が抜ける自転車ヘルメットという商品名通り、上部には大きなスリットが入っていました。これは通気性本当に良さそうですよね。他にも快適に使える工夫がいろいろあって、サイズ調整が可能で、つばは取り外しもできます。あと前髪が潰れないようフロントに空間を持たせていたり、髪を結んでいても干渉しにくい設計になっているそうです。バックルもマグネットで簡単に着脱できます。ヘルメット選びって結構難しいんですけど、無印なら間違いないですね。カラーバリエーションは自転車と同じ5色。こちらも8月上旬の発売予定です。はい、お次は無印初となるリーディンググラス。手元の見え方に少し違和感を感じ始めた方にも使えるように、プラス 0.5 の低い度数から選べます。上はプラス 2.0 まで。肌当たりのいい素材を使っていて、頭を抱え込むような形状になっているので、長時間使用しても痛くなりにくい設計になっているということでした。
フレームの形は4タイプあって、カラーはブラックとブラウンの2色。どれもベーシックながら程よくトレンドを抑えたデザインになっていました。11月下旬発売予定だそうです。はい、お次はキッチングッズ。10月上旬、ついに無印からもレンジで焼き料理ができるグリルプレートが発売されます。これは話題になりそうですね。こちらの内蓋の面とこちらの底面のところに発熱体が入っているので、これが電子レンジのマイクロ波を集めてくれて、250、60度まで上がる仕組みになっているんですけれども、こういったお魚ですとか、ハンバーグとか両面焼きたいときは、内蓋をこのように沈めていただくと、食材を挟んで両面から焼いてくれます。これ焼きたいんですけれども、なんか上を潰したくない目玉焼きですとか、ピザトーストとかの場合は、この内蓋を逆向きにしますと、浮く状態になるので、ここで浮かせながら、ただ両面から加熱することができます。最後にこちらの外蓋を使う場合は、この底面からだけの発熱になりますので、蒸し焼きしたい野菜炒めですとか、ご飯を炊く場合はこの外蓋だけを使っていただくというような形で、内蓋と外蓋を使い分けることで、焼き料理から蒸し料理、炒め物や炊飯などいろんなレシピに幅広く使えるということですね。両面焼きができるのは画期的だなと思いました。例えば鮭の塩焼きは4分でできるそうですよ。ほったらかしな上に時短にもなるのは嬉しいですよね。しかも食洗機対応でお手入れも楽ちんです。カラーは2色で6990円です。はい、お次は掃除グッズのコーナー。ここでもついに出るんだっていう新商品がありました。それがこちら、シートが挟めるトイレクリーナー。うちも長いこと使い捨てトイレブラシを愛用しているんですけど、本体がもっとシンプルだったらいいのになと思っていました。無印の絵付きスポンジでの代用も以前バズりましたよね。それがとうとう無印から専用の本体が登場です。先端も洗いやすいようにカーブがついていて、無印の流せるトイレクリーナーを折りたたんで挟む仕様です。トイレシートは1枚あたり 7.5 円とコスパがいいのも魅力的。11月下旬発売予定で1290円です。はい、そしてこちらもシンプルでスッキリした佇まいの新商品。卓上用トイレットペーパーケースです。確かにティッシュじゃなくてもいい汚れってありますよね。コスパもいいし、トイレに流せるというところもメリットです。うちも猫のトイレ掃除はトレペを使っていて、今は100均のケースを使ってるんですけど、やっぱりデザインは断然無印の方が好みです。これは1090円で8月中旬発売予定です。直径 120mm 以内のトイレットペーパーをセットすることができます。はい、そしてゴミ箱がさらに使いやすくバージョンアップします。まず蓋が選べるダストボックスに横から捨てられるパタパタタイプが新登場。これならゴミ箱を縦にスタッキングして使えるのでスペースの有効活用ができるというわけですね。そしてさらに今までワイヤーだった袋留めがプラ製になって途中でピタッと止まる仕組みになりました。これなら袋留めから完全に両手を離せるのでスムーズにゴミ袋を交換することができます。日々のプチストレスを解消してくれる嬉しいアイディアですよね。こちらは11月下旬に発売予定となっています。はい、お次は食品コーナーで特に気になった新商品をいくつかご紹介したいと思います。まずはこちら、せいろ料理に合わせて温めて食べるソース。焙煎ピーナッツと米味噌、アンチョビとニンニク、4種スパイスと豆板醤の3種類が10月上旬に新発売します。ポン酢やごまだれにもちょっと飽きてきたので、これはぜひ試してみたいなと思いました。はい、そして投票で商品化が決まる大人気の企画、みんなで作るバーム2026の第2弾が決定しました。今回はリンゴ飴風バウムと焼きとうもろこし風バターバウム、黒糖サーターアンダギー風バウムとオリーブ塩バウムの4種類が8月下旬に発売されます。リンゴ飴風バウムとサーターアンダギー風バウムは試食でいただきました。
りんご飴風は上にかかったシュガーグレーズがカリカリとしていて、サーターアンダギーの方は本物さながらのザクザク食感。どちらも今までのバウムにない新食感が楽しかったです。はい、そしてかぼちゃのスイーツは褒められかぼちゃという品種を使った新商品が登場。一般的な栽培の約3倍もの手間暇をかけて育てられて、糖度はなんと12度以上もあるそうです。バウムはもちろんビスケットやクッキー、ガレット、ケーキ、一口大福などなど、かぼちゃ好きにはたまらないラインナップですよね。で、試食でかぼちゃチップをいただいてきたんですけど、かぼちゃを素揚げしただけなのに本当に甘くて美味しかったです。あと、カフェインレスコーヒーもブルジンとガテマラ、エチオピアの3種類が9月下旬に発売されるそうです。無印はね、ほんとカフェインレスとは思えないぐらいコク深い味わいで、本当に美味しいので私もリピート買いしています。カフェインを控えたい方はぜひ試してみてください。はい、無印良品2026年秋冬の新商品をご紹介してきました。気になる商品はありましたでしょうか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。